秀吉が真犯人か。どうする家康に学ぶ日本史。やはり本能寺の黒幕は猿。羽柴秀吉が本能寺の変の直後に行った中国大返しは、近年では物理的に不可能だということが分かっている。そのために秀吉は事前に本能寺の変が起こることを知っていた可能性が高いことも判明してきている。信長殺しの真犯人はやはり秀吉であったのだろうか。詳しく見ていこう。秀吉は本能寺の変の直後、側近に命じて是東大寺記を書かせている。これらの記録によれば、1582年6月2日に本能寺の変が起こり、秀吉は3日には事件を知る。そして翌4日には対峙する毛利氏と講和を結び、備中高松城主の清水宗春を戦場で切腹させた。毛利軍が引き上げたのを見届けた秀吉は、6日午後には2万人の兵士と共に明智光秀討伐のために出立したという。そして約220キロの道のりを7日余りで駆け抜け、13日の山崎の合戦で明智光秀を打ち破ったとされている。ところが近年の科学的な研究で、この中国大返しは物理的に不可能な作戦だったとの烙印を押されている。2万人の兵士を連日重い荷物を持たせながら行軍させれば、たとえ山崎にたどり着けたとしても戦える状態ではなかったことも科学的に証明されている。それでは戦闘不可能な兵士2万人をわざわざ移動させても全く意味がないのである。つまり中国大返しは、秀吉が光秀を倒した直後に天下を横取りするために創作したフェイクニュースだったと考えられるのである。結論から言えば、秀吉は本能寺の変が起こることをあらかじめ知っており準備していたというよりも、秀吉こそが本能寺の変を企画立案した。そして秀吉は本能寺の変が起こる前に兵士を徐々に撤退させていたのである。また秀吉は毛利氏とは実婚の小早川隆景を通じて講和の準備も事前にしていた。秀吉と隆景は足利義昭が上洛した1568年永禄11年からの知り合いで、秀吉の参謀黒田官兵衛と毛利氏の安国寺永慶も以前から交流していた。織田信長は全国統一が進んでいくと、各地を織田一族で支配するいわゆる中央集権体制を固めていった。古くからの宿老が突然に追放されるなど、織田家臣団の武将たちはそれぞれ疑心暗鬼となっていた。特に織田軍団内で急成長した明智光秀と羽柴秀吉が次のターゲットとなった。そのために光秀と秀吉は自然と信長をどうするのかについて密談するようになった。そして秀吉が毛利平定にかこつけて信長に出馬を要請、手薄な時に討ち取ることを計画する。秀吉はブレーンの千利休に下準備をさせて本能寺で茶会を開かせ、信長をおびき寄せ、光秀が信長を討ち取ることを企てた。さらに秀吉は博多の豪商鳥居宗室が所有する習志和片付を餌に信長を
警備が京都では一番手薄な本能寺に宿泊させることに成功する。奈良柴片付は三大茶入れの一つで、他の二つをすでに所有する信長は喉から手が出るほど奈良柴片付を欲しがっていたのである。信長はいつもは二条御所などより安全な場所に宿泊していたが、本能寺に宿泊したのはこの時がわずかに2回目であった。1582年天正10年6月2日、予定通り光秀は1万人近い兵士で本能寺を囲み織田信長を討ち取った。さらに沈着冷静な光秀は二条御所の嫡男織田信忠も逃さずに討ち取っている。ところが光秀にとっては驚天動地の出来事であったが、本能寺の変のわずか11日後の6月13日に突如として羽柴秀吉が京都の山崎に現れたのである。しかも秀吉は打倒光秀を掲げて近隣諸国の武将を糾合して明智軍1万6,000人に対して4万人とも言われる兵士で呆然とする光秀を追い詰めた。通常は冷静沈着の光秀であったが、秀吉の裏切りにあってからは人が変わったような慌てぶりであった。その後の光秀は討ち取られたとも、天海僧正として徳川家康に助けられて側近になったとも言われるが、いまだに謎の部分が多い。天下人となった秀吉が家康を滅ぼさず何かと気を使ったのも以上のような理由からだと思われる。秀吉にはやはり何か後ろめたい気持ちがあったに違いない。天下を織田信長と明智光秀から取った豊臣秀吉は、自分の死後は徳川家康に取られることを覚悟していたのかもしれない。